ザーブドフラワーのブーケを額に入れて長持ちさせる方法についてお伝えしたいと思います。まずプリザーブドフラワーをこのままではなく平面にする方法についてお伝えします。では始めます。バラの花を全部外します。このままやってしまうと花びらの先が割れやすいので、こちら側の方を少し丸まっている部分を全部切ってやります。下準備できました。ブーケについていたかすみ草の方も一緒に処理をしたいと思います。このままでは組みにくいので平らにしたいと思います。その時にご用意いただくものですが、アイロン台、そして新聞紙、A4 紙、そしてアイロンになります。アイロンは低温でお願いします。このA4紙に花びらの方を挟みます。こんな感じで挟んでいきます。そしてアイロンをかけます。で、水分を取るというよりは平らにするというような感じでかけていかれればいいと思います。なのであまりやりすぎると焦げてしまうので、平らになったなと思う程度までやってください。かすみ草ですけども、かすみ草の方も同じような感じで、このままではちょっと厚みがありすぎるのでアイロンをかけます。そうすると額に入れやすくなると思います。こちらの方も焦がさないように気をつけてください。平らになりました。すべての花を同じようにして平らにしていきます。こんな感じです。アイロンの方で綺麗に平らになりました。水色の花を一輪したもので、こちらの方が白い花を一輪したものになります。こちらの花の方は、こちらのバラの方を平らにしました。一輪ずつちゃんと分けておいた方が組む時に組みやすいと思います。では、組んでみたいと思います。必要なものですけれども、まずこのフラワーグルー、お花をつける糊になります。爪楊枝、ピンセットをご用意ください。お花を大きいもの、小さいもの、中ぐらいのものという感じで分けておきます。パリンと割れるようなことがもうあまりないので、押し花よりは作業がしやすいかなというふうに思います。大きさを大きいものから順に分けました。買っていきます。大きい順に5枚花びらを組み上げます。で、うんと大きくしたい時はここの部分を6枚にしてもいいかもしれないです。フラワーグルーの方を貼り付けます。たくさんつける必要はないですので、少しずつ貼り付けていきます。この重なり部分につけていきます。外周ができました。次のところをまた今度は間のところにずっと重ねるようにして貼っていきます。つなぎ目のところを隠すようなつもりでいきます。2周目が貼りました。ここで大きいものを3つほど貼ります。で、1つで、そしてこの穴を隠すようなつもりで貼ります。糊なんですけども、少し塗った跡がわかるんですけども、乾くと透明になってくれますから大丈夫です。で、穴を塞ぎます。このような状況になります。あとは残りのものを使って中心を作っていきます。巻き込んであるような感じのものを使います。ここをこういう感じで中心っぽく折っていきます。こう折ります。これはここが折れてあるんですけども、ここをこんな感じで両方折ります。端っこをこうちょっと折ります。ちょっとだけ折って、そしてここにかぶせてやります。こうかぶせます。かぶせてあるところは糊でこんな感じで押さえます。折り返してやって、そしてこれを包んでやります。こんな感じですね。こういう中心になりました。芯をいい位置に乗せてやります。中心にすると下がって見えるので、少し中心よりもちょっと上にこれが来るようにしてください。この後の余った花をどんどんと重ねていきます。重ね方なんですけども、小さい花びらから重ねていきます。で、この時にこう折り込むところに糊を貼っていってやって、そして折ったこの余ったところをハサミで切ります。で、疑似の花びらを作っていって根元を隠していきます。4つあるので4つ全部使うような形にします。
折り込んであまりにもこんな感じでまっすぐでおかしいなと思う場合は、ここにカーブを入れます。自然なカーブを入れるといいと思います。それをやはりバラの根元を隠す感じで貼っていきます。この花びらの先の方の折り返ししたいところにボンドをつけて、そしてこれを折り返します。で、折り返して、そしてはみ出たところは切ってやります。で、こちらの方も同じようにして一輪すべての花を使いました。今バラが組み上がりました。ちょっと白なので分かりにくいかもしれませんが、バラが組み上がりました。では早速今からこれらを使ってブーケの方仕上げていきたいと思います。この前に私がいろんな色でバラの花組んでおりますので、このバラの花たちを使って今からブーケにしたいと思います。ではご用意いただくものについてご説明します。まず額です。私は正方形の額で仕上げたいと思います。それからこちらの方は密封キットを使っています。密封キットのご入手先は概要欄の方にリンクを貼っておきます。密封キットの中身を言うと、アルミと乾燥剤と脱酸素剤、アルミテープが全部セットで入っています。大きいものが入っていますので、ご自身で使う大きさに合わせて切ってください。かなりの量の額が上がると思います。まずこちらを台紙にしたいと思います。下準備なんですけれども、この額の後ろを外してこの蓋に合わせてカットします。白を使いますけども、ご自身の好きな色をお使いください。蓋の大きさに合わせて、このアルミも蓋の大きさと同じ大きさにカットします。アルミも同じ大きさに切れました。これで下準備が終わりました。ではデザインの方をしていきます。まず先ほどのこれを出し、額にマットがある場合はマットも一緒に出してください。ここにこんな風にして乗せます。マットの中に入っているかどうかを確認しながらデザインしていきます。余った花びらなども用意しておかれるといいと思います。そして霞層になりますね。これだけを合わせてデザインします。つけたい位置にこれをつけます。だいたいできてきました。で、この間と間の空きが気になりますので、そこには花びらを埋めてやります。そうすると後ろに花びらがあるような感じになりますので、少しずつ入れてやります。だいたい綺麗な丸にできました。霞層を花と花の間のところに入れてやります。リボンなども加えてみました。これを貼ります。皮のところにさーっとフラワーグルーをつけておきます。材料の方は概要欄の方に明記しておきます。そしてこちらの方のブーケが作ってみたいなと言われる方は材料のキットも販売しておりますので、よろしければぜひ作ってみていただけたら嬉しいです。落ちないかどうかだけ確認してください。先ほどの乾燥剤に両面テープを貼ります。脱酸素材の方にも両面テープを貼ります。裏返します。ここにまず乾燥シートを貼って変色しなくて長持ちするためのもので、こういったことをしておきます。そしてこちらの方脱酸素材を貼ります。ずらして貼ります。先ほどカットしたこれを後ろに貼ってやります。角の部分に両面テープを貼っておきます。合わせて貼ります。で、こちらの方の角も合わせて貼ります。このアルミですけれども、傷つかない特別なアルミをご用意しています。キットの方は概要欄の方にリンクを貼っておきます。できました。ガラスを伏せます。ガラスと全体を押さえてやります。こんな感じで4箇所留めてやります。この時にずれてしまうとはまらないので、しっかりとガラスとこのマットがずれないように留めてください。だいたい4箇所できたらこちらの方をはめてやります。その時に確認していただきたいのが、この内側にどのぐらい隠れるかということですね。もう本当にちょっとしか隠れないので、ちょうどその辺のこのぐらいしか隠れないので、この折れ目ぐらいを意識して作っていきます。こういう感じでヘラを使ってこう折ってい
きます。でこのままずっとこれを巻いていきます。これを両面に巻いていきます。ひっくり返してしっかりとこちらをかぶせます。一辺で巻かれると簡単なので、そのようにされてもいいと思います。でその重なりのところしっかりと気をつけて押さえてください。空気を追い出す感じにして止めます。できました。ではめていきます。で今水色でやってますけど、キットにはいろんな色がありますので、ぜひご自身の好きな色で作ってみてください。アルミの見えている部分がありましたら、アルミテープの方は切り取ってやります。このような形で出来上がりました。ぜひやってみてください。